皆さん、こんにちは。今日はお金と生活にまつわる、少し懐かしくも、とても重要な話をしていきたいと思います。ふと、昔のレシートや家計簿を見返して、驚愕したことはありませんか？ガソリンってこんなに安かったっけ？タバコ、この値段で買えてたの？そう感じたことのある方は、今の日本の物価変動を肌感覚で正しく捉えています。今回の動画では、今の生活がどれだけ変化したのかを、具体的な数字で振り返っていきます。単に、昔は良かった、と懐かしむだけではありません。過去を知ることで、現在進行型のインフレや円安とどう向き合うべきか、そのヒントが見えてくるはずです。1ドルが80円台だったあの頃や、タバコが200円台だった時代から2026年の現在まで、私たちの財布の中身を取り巻く環境がどう激変したのか、徹底的に解剖していきます。ガソリン、タバコ、欧米、そして日々の買い物や外食事情まで、生活防衛のための保存版として、ぜひ最後までお付き合いください。それではまず、すべての物価の根源ともいえる円相場の話から始めましょう。皆さんは1ドルが70円台から80円台だった超円高時代を覚えていますか？今からおよそ15年ほど前、2011年から2012年頃のことです。あの頃は海外旅行に行くと日本円最強と感じられた時代でした。ハワイで食事をしてもブランド物を買っても驚くほど安く感じられた記憶がある方も多いでしょう。アマゾンなどのネット通販で海外製品を買うのも非常にお得でした。1万円をドルに両替すれば120ドル以上になって戻ってきた時代です。その後、10年前の2016年頃でも、為替は1ドル100円から110円程度を行き来していました。まだ1ドル100円という感覚が私たちの頭のどこかに基準として残っていますよね。しかし、時計の針を進めて、現在2026年を見てみましょう。数年前から始まった急激な円安の流れは、私たちの生活を一変させました。一時は1ドル150円や160円を超え、あの70円台の時代と比べれば、円の価値は半分近くまで下がってしまったと言えます。これは単純に言えば、海外から輸入するあらゆるものの値段が、理屈の上では倍になってもおかしくないということです。日本は、エネルギーも食料も、その多くを輸入に頼っています。円が弱くなるということは、日本人が全員で貧しくなったのと同じことなのです。スーパーに並ぶお肉も、パンの原料の小麦も、そして電気を作るための燃料も、すべてに円安コストが上乗せされているのが、今の日本の現実です。給料は上がらないのに、物価だけが上がるという苦しみの正体は、この為替の激変にあると言っても過言ではありません。まずはこのお金の価値が変わってしまったという前提を共有した上で、具体的なものの値段を見ていきましょう。まずは、車社会に生きる私たちにとっての生命線、ガソリン価格です。これを見ている方の中にも、毎日車を使っている方は多いと思います。今のガソリンスタンドの看板を見て、どう感じますか？リッター170円、180円という数字にも、悲しいことにもう目が慣れてきてしまったかもしれません。しかし、記憶を少し巻き戻してみましょう。それこそ円高だった時代や、原油価格が下がっていた2016年頃のことを、あの頃、レギュラーガソリンの価格がリッター100円を切るか切らないか、という時期があったのを覚えていますか？今日はリッター98円だ、なんて喜んで給油していた時代がありました。あるいは少し高くなったとしても、110円から120円台で安定していた時期が長くありました。5000円札を出せば、空っぽのタンクを満タンにしてもお釣りが来て、ジュースまで買えたんです。それが今はどうでしょう。5000円分給油しても、メーターは満タンまで届かないことがほとんどです。例えば、月に50リットル給油する過程で計算してみましょう。リッター110円だった頃は、月のガソリン代は5500円でした。もし今、リッター175円だとしたら、同じ量で8750円かかります。その差額は、月におよそ3250円、年間で計算すれば、約3万9000円もの負担増です。何も生活レベルを変えていないのに、ただ車に乗っているだけで、毎年4万円近くが消えていくのです。これは、最新のゲーム機が買えたり、家族で贅沢な食事ができたりする金額です。ガソリン価格の上昇は、まさにボディブローのように家計を痛めつけています。次に、おそらく最も価格変動の衝撃が大きい商品、タバコについて触れたいと思います。愛煙家の方にとっては、今の値段を見るたびにため息が出るのではないでしょうか。昔を思い出してください。マイルドセブン、現在のメビウスが、まだ200円台だった頃のことを、
自動販売機に300円を入れて、タバコを買って、お釣りが出てきた時代です。ワンコインどころか、3枚の100円玉でお釣りが来たんです。それはおよそ20年ほど前、2000年代前半までのことでした。タバコ銭なんて言葉があったくらい、小銭で気軽に買える嗜好品でした。それが2010年の大幅増税で400円台になり、その時も、高くなったな、と大騒ぎになりました。しかし、値上げの波はそこで止まりませんでした。その後も段階的に値上げが繰り返され、500円の壁を突破し、今や600円前後が当たり前になっています。200円台だった頃と比べれば、価格はおよそ 2.5 倍から3倍です。もし、1日1箱吸う方だとしましょう。250円だった時代なら、1ヶ月のタバコ代は7500円でした。それが600円になった今、1ヶ月にかかるお金は1万8000円です。その差は月額1万円以上、年間で考えれば、なんと12万円以上の差額になります。12万円です。昔と同じペースで吸っているだけで、年間12万円も多く払っている計算になります。10年吸い続ければ、その差額だけで軽自動車の中古が買えてしまうかもしれません。健康問題や喫煙場所の減少も相まって、タバコを取り巻く環境はこの数十年で最も劇的に変わったと言えるでしょう。昔は200円だったんだよ、という話は、今の若い人にとっては信じられない昔話になりつつあります。続いては、私たちの食卓の主役、お米の値段です。お米に関しては、長らく、デフレの優等生でした。パンや麺類が値上がりしても、お米だけは比較的安く安定していた時期が長かったのです。数年前までは、スーパーの特売に行けば、5kg のお米が1500円台や1600円台で山積みされていました。10kg のお米が3000円でお釣りが来る。というのが主婦の感覚としては普通でしたよね。お金がないときは、とりあえずお米を炊いておけばなんとかなる。お米はそんな、家計の最後の砦でもありました。しかし、ここ最近の動向はどうでしょうか。令和の米騒動とも呼ばれた供給不足や価格高騰を経て、お米の値段ステージが一段上がりました。肥料代や燃料代の高騰、そして人手不足による生産コストの上昇が価格に転嫁され始めています。今、スーパーの棚を見ると、5kg で2500円から3000円近い値段がついていることも珍しくありません。かつて1500円で買えていたものが、今は3000円近くする。倍近くまで上がっている銘柄さえあります。育ち盛りのお子さんがいるご家庭にとって、お米の値上がりは本当に深刻です。おかわりという元気な声を聞くのは嬉しいけれど、頭の片隅で、お米の減りが早いな、と心配してしまう。そんな切ない悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。お米までもが高くなってしまった今、私たちは食費の管理において、かつてない工夫を求められています。さて、ここからは少し視点を変えて、買い物の場所によるお金の違いについて検証してみましょう。よく、コンビニは高い、スーパーは安い、と言われますが、実際にどれくらい違うのか、具体的に計算したことはありますか？今回は、全く同じようなメニューを買った場合でシミュレーションしてみます。例えば、仕事帰りに、夕食と翌日の朝食を買うと想定してください。買うものは 500ml のペットボトルのお茶、おにぎり1個、サラダチキン、そしてカップ麺の4点です。まずはコンビニで買った場合です。コンビニは基本的に定価販売ですよね。お茶が約160円、おにぎりが約150円、サラダチキンが約240円、有名店のカップ麺なら約280円くらいします。合計すると約830円になります。レジで1000円札を出して、小銭が少し返ってくる感覚です。では、これをスーパーで買った場合はどうなるでしょうか。スーパーでは、プライベートブランドや特売があります。お茶は PB 商品なら80円程度で買えます。おにぎりは100円前後、サラダチキンもスーパーなら190円くらいで売っています。カップ麺も、特売なら160円程度で買えるでしょう。これらを合計すると、約530円です。さあ、結果が出ました。コンビニが830円、スーパーが530円、その差額は、たった1回の買い物で300円です。なんだ、たった300円か、と思いましたか。でも、これを甘く見てはいけません。もし、平日の仕事帰りに毎日コンビニによる習慣があるとしたらどうなるでしょう。月に20日間、この買い物をしたとします。300円 ×20 日で、1ヶ月に6000円の差が出ます。さらにこれを1年間、12ヶ月続けるとどうなるか。なんと、年間で7万2000円もの違いになるのです。7万2000円があれば何ができるでしょうか。家族で温泉旅行に行けるかもしれません。欲しかった家電が買えるかもしれません。ただ、
買う場所を変えるというだけで、これだけのお金が手元に残るのです。もちろん、コンビニには圧倒的な便利さがあります。深夜でも開いている、レジが早い、どこにでもある。その300円の差額は、いわば時間の節約料や便利代です。疲れていてスーパーの広い店内を歩きたくない時や、急いでいる時にコンビニを使うのは賢い選択です。しかし、もし、なんとなく、毎日コンビニに寄ってしまっているなら、それは非常にもったいないことです。今日は疲れているから、300円払って時間を買おうと意識して使うのと、無意識に使うのとでは、年末の貯金額に大きな差が出ます。ぜひ明日からは、その、なんとなく、の足を見直してみてください。次に、永遠のテーマである、外食と、うちで料理すること、つまり自炊のコスト比較をしてみたいと思います。最近は食材そのものも高くなっているので、自炊も意外と安くないんじゃないか、という声を聞くことがあります。実際はどうなのか、4人家族の夕食を想定して検証してみましょう。メニューは、みんな大好きな、カレーライスと、サラダです。まずは、ファミリーレストランで外食をした場合です。最近のファミレスも値上がりが続いています。カレーとサラダのセットを頼めば、1人当たり安く見積もっても1000円から1200円はします。4人家族なら、それだけで4000円から4800円。さらにお店までのガソリン代や、つい頼んでしまうドリンクバーなどを加えれば、5000円を超えることも普通でしょう。5000円札が1枚飛んでいくイメージです。では、スーパーで食材を買って自炊した場合はどうなるでしょうか。お肉、じゃがいも、人参、玉ねぎ、カレールー、おべえ、サラダ用の野菜、これらをすべてカゴに入れても、およそ1600円から1700円程度で揃えられます。光熱費を多めに見積もって100円足しても、合計で1800円あれば十分お釣りがきます。外食なら5000円、自炊なら1800円、その差額は3200円です。やはり、圧倒的に自炊の方がお金は残りやすいですね。3回外食を我慢して自炊にすれば、約1万円が浮く計算になります。しかし、ここで忘れてはいけない重要な視点があります。それは、自炊にかかる労力と時間です。自炊には、献立を考える時間、買い出しに行く時間、調理する時間、そして一番面倒な後片付けの時間がかかります。これらすべて合わせて、仮に2時間かかったとしましょう。もし、あなたの1時間の価値、つまり時給が1500円だとしたらどうなりますか。2時間で3000円分の労働を、家庭内で提供していることになります。材料費1800円に、あなたの労働コスト3000円を足すと、実質コストは4800円。こう考えると、外食の5000円とあまり変わらない、という見方もできるのです。料理を作るのが好きで、気分転換になる、という方は、労働コストをゼロと考えても良いでしょう。でも、毎日仕事でクタクタなのに、無理して作る、という場合は、この、見えないコスト、が重くのしかかります。だからこそ、私が提案したいのは、ハイブリッド自炊です。0か100かで考えないでください。すべて手作りする必要はありません。最近のスーパーの惣菜や冷凍食品は、味も栄養も非常にレベルが高いです。ご飯だけは炊いて、メインのおかずは冷凍餃子を焼くだけにする。サラダは洗わなくていいカット野菜を使う。これなら、調理時間は15分で済みますし、材料費も外食よりはずっと安く抑えられます。完璧な自炊を目指すと疲れてしまい、その反動で、もう今日は無理、と高い外食に走ってしまうのが一番の浪費パターンです。外食より安ければ OK くらいの緩い基準を持って、冷凍食品や00のもとを賢く使う、時間とお金のバランスを上手に取ることが、令和の時代の賢い生き方だと言えるでしょう。さて、ここまでは目に見える価格の話をしてきましたが、最後に、もう一つの見逃せない現象についてお話ししなければなりません。それは、ステルス値上げ、またの名を、シュリンクフレーションです。皆さんも、スーパーで買い物をしているときに、こんな違和感を覚えたことはありませんか。あれ、お気に入りのチョコレート、袋が小さくなってない。牛乳やジュースのパック、1リットルだと思って買ったら900ミリリットルだった。その感覚、実は正解です。値段を変えずに、内容量だけを減らすこの手法は、原材料費の高騰に対する企業の苦肉の策です。お菓子、ティッシュペーパー、洗剤、そしてハムやソーセージ、あらゆる商品が少しずつ気づかれないように小さくなっています。例えば、以前は5個入りだったパンが4個入りになり、値段は据え置き、これは実質的に
1個あたりの値段が 25% も値上がりしているのと同じことです。私たちは値札の数字だけを見て変わっていないと安心しがちですが、実際にはグラム単価で見ると確実にインフレは進行しています。これからは単純な価格だけでなく、単価や量を見る鋭い目を持つことが賢い消費者への第一歩となります。こうしたあらゆるものが高くなる時代において、私たちはどう自己防衛をすればよいのでしょうか。ただ、節約をして我慢を重ねるだけでは自利品になってしまいます。重要なのは守りだけでなく、少しの攻めの視点を持つことです。銀行にお金を預けているだけでは利息はほとんどつかず、インフレによって実質的なお金の価値は目減りしていく一方です。100万円をタンス預金していても、10年後にその100万円で買えるものの量は確実に減っています。だからこそ、これからの生活防衛には、お金に働いてもらうという発想が不可欠になります。例えば、NISA などの制度を活用して、長期的な視点で資産を守り育てること、あるいは、日々の買い物で貯まるポイントを、単なるおまけではなく、第二の通貨として真剣に管理する、ポイ活を取り入れること、これらは、もはや、お金持ちの趣味ではなく、私たちの生活を守るための必須スキルになりつつあります。円安や物価高は、私たち個人ではコントロールできない大きな波です。しかし、その波に飲み込まれるのではなく、サーフィンのように波に乗る工夫をすることは誰にでもできます。コンビニでの無駄遣いを減らして浮いたお金を、投資信託の積み立てに回してみる。なんとなく、払っていた固定費を見直して、ポイント還元率の高い支払い方法に変えてみる。そうした小さな行動の積み重ねこそが、5年後、10年後の自分を助ける大きな力になります。昔は良かった、と過去を懐かしみつつも、視線はしっかりと未来に向けて、今の時代に合った新しい生活様式を作っていきましょう。今回の動画が、皆さんのこれからの生活戦略を考える上で、少しでも役に立てば幸いです。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。